真空抜きをした後に冷媒ガスを循環させたいと思います。おはようございます。アストロタイガー改造機の細です。今回はエアコンの真空引きの動画になります。前々回の動画で配線を忘れて取り付けてしまったエアコンですが、前回の動画で一旦室内機を取り外し配線し直して配管のフレアも作り直し取り付け直しました。今回の動画では取り付けたエアコンに真空引きをしてしっかり動くようにします。今回はエアコンの DIY 動画ですが、いつもはキャンピングカーの DIY 動画を配信しておりますのでチャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。はい、エアコンの配管と配線は終わりましたが、まだ冷媒ガスを循環していないのでまだ運転できない状態です。冷媒ガスを循環させる前に配管の中の水分と空気を追い出してやる必要があります。冷媒ガスを利用して追い出す方法もありますが、大気中にガスが放出されるのでおすすめできません。今回は真空ポンプを使って配管の中の空気を抜いていきます。配管の中を真空にすることで中の水分が沸騰し蒸発します。空気と一緒に水分も吸い出すことで中を乾燥させることができます。それでは真空抜きをした後に冷媒ガスを循環させたいと思います。はい、真空引きに必要なのは真空ポンプ、そしてゲージです。なおこちらにつなぐときにこのチャージバルブを使うことで冷媒ガスの放出を最小限に抑えることができます。それでは取り付けます。エアコンの室外機から六角の蓋を取り外してチャージバルブを取り付けます。チャージバルブにゲージに付属の青いホースを取り付けます。チャージバルブにつなげた青いホースの片側をゲージの低圧側に取り付けます。黄色いホースをマニホールドゲージの真ん中につなぎます。黄色いホースの片側は真空ポンプにつなぎます。室外機のバルブの蓋を外しておきます。真空ポンプの電源プラグをコンセントに挿します。まず真空ポンプのスイッチを入れます。こちらのバルブを開けます。で、ここチャージバルブのダイヤルを回して中の虫ピンを押しバルブを開けます。ストップウォッチを開始します。ゲージ今マイナスの方に触れています。10分ほど運転させます。10分経過しました。まずゲージの方のバルブを閉めます。
これでゲージと真空ポンプの間が遮断されました。真空ポンプのスイッチを切ります。この針の位置がプラスの方に触れなければ漏れはないということです。配管に隙間などあればこのゲージがプラスの方に動きます。しばらく様子を見ます。3分ほど経ちました。ゲージの針はマイナスのままなので問題なさそうです。こちらのバルブを閉じます。これでゲージとエアコンの配管が遮断されました。六角で90度回して少し開け元に戻します。今ガスを少し入れました。これで配管のつなぎ目などから漏れがないか確認します。特に配管の方は問題なさそうなので全開にします。こちらのチャージバルブはこのダイヤルですでにここの線が閉まった状態なので外してももう問題ありません。あとは六角の蓋とこちらのカバーを戻します。冷媒ガスを循環させたのでエアコンのブレーカーを入れます。では刺しますね。よいしょ。これで閉まったな。蓋が閉まりました。電源入ったみたいですね。これがエアコンのリモコンです。時間が狂ってますけど、どうやって設定するんだこれ。これか。設定完了。動いてますね。涼しい風出てますね。問題なさそうです。エアコンが動くようになりました。今回自分で取り付けたエアコンの真空引きをして冷媒ガスを循環させしっかり動くようになりました。今回真空引きに使用した真空ポンプやマニホールドゲージなどは私が購入したものですが、真空引きに使用する真空ポンプやゲージなどホームセンターなどで3000円前後でレンタルもされているようなので、何回も使用する機会がない場合はレンタルサービスを使用する方が安くつくと思います。お近くのホームセンターで
真空引きの工具がレンタルできるか調べてみてください。この動画が皆さんのお役に立てたら幸いです。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。やっとキャンピングカーレンタル福山の受付の場所にエアコンの取り付けができました。